動画の概要。本動画は認知に関するテーマを中心にざっくり視点で眺めていく動画になります。専門性よりも平易な表現を主に用います。はてなちゃんと予測処理パート1。ねえねえ、はてなちゃん、ネットですごいこと知っちゃったの。脳ってさ、未来予知できるんでしょ？明日の天気とか宝くじとか。いきなりスケールでけえな。まずは脳は未来を当てに行くって話で宝くじまで飛んでいくな。大方予測不合かでも見知ったんだろうが、未来予知というより次に来る感覚を予測してズレを学習に使うという意味が強い。賭博的予測はジャンルが違えよ。じゃあ脳はずっと当たった当たったって自画自賛してる感じ？脳内で拍手喝采、鳴りやまないスタンディングオベーション。むしろ逆。外れた時におっとってなる。脳の主役はズレのチェック係。予測処理はざっくり言うと、脳は入力を受けてから理解するんじゃなくて、先に仮の答えを用意して実際と違うズレで修正するって考え方だな。じゃあ私がカレー食べるって予測してラーメン出てきたらずれたってなるの？一応言っとくが、カレー頼んだのにラーメン出てきたらただの注文間違いだわ。カレーの匂いにつられて日替わりメニューがカレーだと思い込んで注文したらラーメンが出てきたってのが今回は近いな。一番的確に分かりやすいのは、プログラムは思った通りに動かねえ、書いた通りに動くってやつだが、脳はこう来るはず思っていて、違うと誤差が大きくなる。誤差が大きいほど学び時になるんだ。誤差ってことは人生は誤差だらけだね。私のお料理も誤差だらけ。塩と砂糖を見間違えた、塩の分量を間違えた、どっちも予測誤差が働く状況だな。そういう意味じゃ、ただの注文間違いもその判断として予測誤差が働いているな。さっきの説明はちょっと違ってたわ。誤差には悪いズレだけでなく、新しい情報も当然含まれる。誤差がゼロだと学習も喜びも失うという見方もできるんだ。なるほど。じゃあ脳は外れた部分だけを上に報告するんだ。上司に今日も全体的に外れましたって。報告の仕方が最悪すぎる。リアルならクビになるし、脳相手なら不安が雪だるまになるわ。イメージとしては、上から下へ予測を送り、下から上へは予測しきれなかった分、つまりズレを返す。そのモデルを予測不合化理論と呼ぶことが多い。いいか、あくまでも理論だ。自然科学と違って証明されてる法則じゃねえんだ。難しいんだね。上司こうなるはず、部下いや違いました、この辺違いました。脳内ずっと謝罪会見。謝罪会見じゃなくて改善会議ね。次はうまくやろう会議ね。ちなみに認知の研究は好きだが、あくまで思考の道具としてだからな。再現性までは当てにしちゃいないぞ。記述式科学の中でも認知科学分野は理系寄りだが、それでも現状は反応からの仮説分野だ。逆しらこいて効果名とかを他人に使うと、何十年前の話よって思われるしな。あと大事なのが、どのズレを重く扱うかだな。雑音っぽいズレは軽く、信頼できるズレは重く扱う。これが今後の予測精度につながる。精度ってつまりこだわり力だ。このズレは許せない、このズレはまあいいか
まあざっくり言えばどれを重要視するかって話としては近い。全部を対等に扱ってたら脳なんてすぐパンクするからな。ズレの例えとしちゃ直感的じゃねえけど、人は近所の横断歩道で雑談しながら信号を注視することすらも簡単にはできないんだ。一応学術的にはそれを注意力として扱っているな。どれに注意を向けるかで誤差の扱いが変わるって考えだ。困ったことにこれの多くは経験値依存と言われている。つまり人は何かを観測したり経験しないと注意することすらできないってことだ。だからこそ初めてを恐れるという機能があるのかもな。じゃあ行動も予測で説明できる。ドアが開くはずって予測してそのままの勢いで直進するとか。講義で言えば間違いじゃねえけど、それは予測じゃなくて事故って方が近いな。あくまでも予測不合化理論に限ってだが、行動は予測を当てに行く側面があるという捉え方が提唱されている。定義にこだわりすぎて問いを狭めるよりは何でも当てはめてみるのがいいさ。ただまあそれは基本を抑えてからだな。ちなみに体を動かして入力を変え結果的にズレを減らす、これをアクティブインファレンス能動推論と呼ぶ場合がある。アクティブインなんだっけ。例えば人混みの少ない方向に行こうとするとか。まあ名称なんかよりもそういう見方があるってことを知るのが大事だな。お受験じゃねえんだからよ。進行方向もそうだな。他にも例えば病院でなんか治療を受けている時、なんとなく少しでも痛くなさそうな体位や体の硬さに調整するだろう。つまり私は部屋を片付けることで散らかってない未来を実現するアクティブインファレンス。部屋を片付けた方が散らかりにくいっていう傾向はあるらしいが、あるべき姿に戻すも含むから掃除って実はややこしいな。心理的効果や行動はほとんどが排他ではなく同時発生し、しかも競合し合うからな。また大きな注意点として予測処理は何でも説明できる万能理論みたいに扱われると検証が難しくなるという批判がある。これは予測処理に限らず記述式科学全般の問題だな。特に認知心理学はどの理論も説明力が強すぎるんだ。占い師のことを笑っていられないぞ。でも万能って聞くと惹かれるよね。予測処理で全て解決って通販みたいに。買うな、理論を通販にするな、いやラッピングされて売り買いされとるな。実際梱包が雑でしかも都合よく継ぎはぎされているから問題になりやすいんだが、実際はどのレベル、つまり神経回路の実装なのか行動の説明枠組みなのかを言っているかで議論の強さが全く違ってくるんだ。意識的に予測を立てている場合と無意識での予測を立てている場合、使っている神経回路が違うらしいしな。ノイズのキャッチアップは基本的には後者の可能性が高い。つまり理由やプロセスの切り分けよりも前段階のセンサーだ。ただし悪いことをしている人を見て感じる不快感は違う話だな。これはまたの機会にでも考えようか。それって並んでいた列に割り込まれた場合も違うってこと。他人の予想外や裏切りを予測誤差修正の対象に含められるかは難しいが、解決が内的処理では無理だから違うものとして扱った方がいいかもな。次同じ状況に遭う可能性に対して自分の行動や気持ちで予測と防御ができるかというのを基準にすれば大きな乖離はないと言える。つうわけで1号、今の会話も要約しといてくれ。了解しました。整理します、マスター。
予測処理。脳は先に仮の答え、予測を作り、ズレで直すという見方。予測符号化。予測処理のやり取りを上から予測、下からズレで実装しているとより構造的に表した考え。精度、重要度の重み付け。ズレの扱いを調整し、注意力と関連付けする場合がある。行動。入力を変えて予測を当てに行く側面として説明する流派がある。議論の注意点。万能化すると検証しにくいので、どの主張をしているかスコープを切るのが大事。なんかわかったような、何もわからなかったような。すぐに何でも分かってたまるか。それに意識しなくても勝手に働く機能だしな。意識的に注意と予測を強化するならメタ認知能力に踏み込む必要がある。でもズレを感知するまでズレに気がつけないってことかな。それって怖いことじゃないの？なんだ、ちゃんと分かっているじゃないか。人は現実に気がつけるまで現実に気がつけないってことだな。全問答みてえだが、脳神経学の中でもなかなかに強い理論だ。気をつけるべき点として、初見の状況や類似点が少ないほど予測評価を狭く、ズレを大きく評価しがちだ。緊張感や警戒心ってやつだな。あたしらはそれぞれ人生経験もそこから生まれる注意の重みも違う。だから世界への予測や理解の仕方も大きく違うんだ。ここからは本編のベースとなるサマリー解説になります。テーマ、予測処理、プリディクティブプロセッシング、EP と予測符号化、プリディクティブコーディング、PC。1、用語、定義、デフィニション。予測処理、EP。脳、あるいは認知システムを外界や身体状態の原因を推定するための階層的生成モデル、ハイアラーキカルジェネラティブモデルとして捉え、知覚、学習、行為を予測と予測誤差、プリディクションエラーのやり取りで説明しようとする枠組み。予測符号化、EP の中核をなすことが多い神経計算仮説で、上位から下位へ予測が下り、下位から上位へは予測されなかった成分誤差が上る。という誤差信号中心のメッセージ伝達を想定する。視覚皮質モデルの古典として、ラウ&バラードがよく引用される。反伝上位原理として、自由エネルギー原理、FEP が置かれることがあり、知覚、推論、渡行為、入力を変えて誤差を減らすを統一的に扱う議論が展開されている。コラム、日本語圏では予測処理、広い枠組みと予測符号化、より具体的な符号化実装仮説が混同されやすいという注意喚起が学術、研究において散見される。2、理論の骨格、コアセオレティカルコムポーネンツ A から C。 A、階層的生成モデルと誤差最小化。脳は入力を受け取ってから解釈するだけでなく、上位表彰、仮説から解の感覚入力を予測し、ズレ、誤差を使って仮説を更新する。この時、階層性が重要で、抽象度の高い仮説ほど上位、感覚に近い表現ほど下位に置かれ、誤差が階層をまたいで伝播するとする説が有力視されている。E、精度、プレシジョン、途注意、アテンション。EPPC では誤差をそのまま使うのではなく、誤差にかかる精度、不確実性の逆数に相当する重みの調整が鍵になる
とされる意見が多い。この制度をもみづけが注意、サリエンスなどの機能説明と結びつくという議論が展開されている。C、行為アクティブインファレンス、アクティブインファレンス。行為は予測を当てに行く側面を持ち、身体運動や探索で入力側を変え、結果として誤差を減らすという統一的な設計が描かれている。特に FEP 文脈では強調されがちである。3、予測処理の難が強みか、Why it became influenza。視覚と行為を同じ形式で語れる予測と誤差、精度、階層モデル。視覚など特定領域のモデル、PC から注意、学習、精神病理などへの拡張がしやすい。ただし拡張の妥当性は想定。日本語文献でも FEP や予測的符号化を意識、内受容感覚、情動へ接続する整理が見られ、国内議論とも接続しやすい。4、代表的な批判点、論争、クリティークス&オープンディスピューツ、A から C。で、射程の問題、万能理論になっていないか。PP を脳の統一理論として語る言説は魅力的な一方で、どの現象までを PP で説明すべきか、説明のスコープをめぐって哲学、理論面の議論が展開されている。E、ダークルーム問題など、誤差最小化だけだと行動が貧しくならないか。予測誤差を最小化するなら、刺激の少ない環境にこもるのが最適では、という反証を起点に、欲求、報酬、探索、好奇心、身体制約をどう組み込むかが議論展開される。考察、現実的には、認知の形成、集団への所属、外界への防御、環境の非恒常性など、予測の下地となるシステムや前提は常に限定的である。また、予測が途切れない状態、自体。脳は、予測が更新されない状況イコール、予測と売りかわからない状況、として扱ってしまう可能性も存在する。C、実装レベルの同定どこまでが脳の実際か。PC は神経回路のやり取りを想定しているが、気質の実データがどの程度そのまま PC 形式に乗るかは、領域、測定法、モデルの流度に依存し、強い主張ほど慎重さが必要となる。文化的ニュアンス調整、カルチュラルニュアンスアジャストメント、EP、枠組み、PC、符号化実装仮説。日本語では両者が同一視されがちなので、議論の場ではどちらを指しているかを明示するのが第一となる。精度を正確さと訳すと誤解が出やすく、PP 文脈ではおおむね不確実性、分散の逆数に相当する重みとして扱われる点に注意が必要。サリエンスの議論と直結。6、評価、レバリューション。総評 PPPC は主要詞、主要著者による理論整理と、領域モデル、例視覚での明確な定式化があり、認知科学の共通語彙として使える強度がある。考察、言語と非言語による二重符号化か、予測の形成にどの程度影響するのか、また学習行為として、ズレと予測通りは、長期的にはどちらが問題解決力をより獲得しやすいのか。優位、一方で何でも説明できる語りは反証可能性を弱めやすく、スコープ、予測可能な差分、仮論と難が違う予測を出すかを常に確認することが求められる。特に予測処理や予測符号化は説明力が強く、過度な一般化を招きやすい。7、学習と理解の流れすぐジェスチョンズ。レベル分けで読む。1、視覚など局所モデル、EC ラウ&バラード。2、
認知科学等合提案クラーク。3. 上位原理 FET フリストン。4. 哲学的批判ダークルーム等の順に取り組むことでボトムアップ式に学習が可能。その他日本語文献において FET や予測的符号化を意識内受容感覚情動へ接続する文献があり導入としてわかりやすい。出典参考。次はなんだ。予測する脳状況に埋め込まれたエージェントそして認知科学の未来アンディ・クラーク。予測処理プリディクティブ・プロセッシングという枠組みを認知科学全体に展開脳を階層的な予測マシーンとして捉え知覚、学習、行動を統一的に説明できる可能性を示す。予測処理 PP の定義として語られている脳を階層的生成モデルとして捉えるという説明のベースモデル。視覚野における予測符号化いくつかの需要野外効果に対する機能的解釈 RAD、N、バラード D、レチ。視覚情報処理における予測符号化プリディクティブコーディングの神経実装モデルを提案した古典的論文。上位層からの予測と下位層からの誤差信号のやり取りによって脳が視覚世界を効率的に処理していることを示す。上位から下位へ予測、下位から上位へ誤差という具体的な信号のやり取り、実装レベルの話の引用元。自由エネルギー原理脳の統一理論家フリストン K。 自由エネルギー原理 FEP の解説論文。生物は生存のためにサプライズ情報理論的な驚き自由エネルギーの上階を最小化するように振る舞うとし、これを知覚だけでなく行動能動的推論まで拡張した統一理論として提示。 PP、PC の上位原理とアクティブ、インファレンス。行動によって入力を変え、ズレを減らす能動的推論や関連上位原理としての FEP として引用。自由エネルギー原理における予測符号化フリストン K& キーベです。抽象度の高い自由エネルギー原理が実際の脳内でどのように実装されているかについて予測符号化の仕組みを用いて数学的、生理学的に説明。予測処理、枠組みと予測符号化、実装の関係性として引用。誤差最小化の具体的なメカニズム、精度プレシジョンの概念などの基礎。ダークルーム問題 3Z& ファイヤーストーン C。 もし脳が予測誤差を最小化したいだけなら何も起きない真っ暗な部屋に閉じこもるのが最適解ではないかという予測処理理論に対する有名な反応ダークルーム問題を扱い、理論の射程や限界を議論展開。予測処理の代表的な批判点として引用。自由エネルギー原理と視覚的意識吉田正俊、田口茂。自由エネルギー原理を視覚的意識、クオリアや現象的意識の問題にどう接続するかを論じた論文。予測的符号化、内受容感覚に関する解説。大平秀樹。予測的符号化の枠組みを用いて、身体内部の感覚、内受容感覚がどのように感情や情動を形成するかを解説。内受容感覚への接続、無意識での予測、身体感覚や不快感をはじめ、導入資料として感情形成の面から入りやすい資料。ご視聴ありがとうございました。